悲しきあだ名をつけられた男 XMX2 クロスボーンガンダム X2。 XMX2 クロスボーンガンダム X2 は1994年から発売された漫画機動戦士クロスボーンガンダムに登場する機体です。作中では貴族主義の考えを持ち、コスモバビロニアの再興を目論むザ・ビーメシャルが登場して、クロスボーンガンダム X1 と共に戦い、後に敵対して激しい戦いを繰り広げました。今回はそんなクロスボーンガンダム X2 とその改良機クロスボーンガンダム X2 艦、そしてそのパイロットザ・ビーメシャルについて解説させていただきます。コスモ貴族主義の夜明けは近い。宇宙世紀王123、高貴な思想や高い能力を持つ人間が人々を統治すべきという思想、貴族主義を掲げ、コスモバビロニア王国の建国を目論む者たちがいました。その中に没落した貴族の一人ザ・ビーネシャルの姿がありました。ザ・ビーネは強者による支配を望んでおり、それに最もふさわしいものはベラロナであると考えます。コスモバビロニア建国戦争が終わり、10年後の宇宙世紀王133、ザ・ビーネは何かの機に乗じてベラを利用して貴族主義を復興させようと目論み、宇宙海賊クロスボーンヴァンガードのエースパイロットとしてキンケドゥーナウたちと共に戦いを繰り広げていました。この時クロスボーンヴァンガードはサナリーから実験のために提供を受けた2機の主力モビルスーツクロスボーンガンダム X1 と X2 を所持しており、キンケドゥがクロスボーンガンダム X1 に登場し、ザ・ビーネはクロスボーンガンダム X2 に登場して戦います。両機は共に同じ性能を持つ兄弟機ですが、細部で異なっています。まず X1 と X2 で共通した武装としてはドウブバルカン、そしてコアファイターの前方に搭載されており、モビルスーツとドッキングした際、両肩部に露出するビームサーベル兼ビームガン、ビームライフルとして使用可能なバスターガンと大型ビームサーベルとして使用可能なビームザンバー、そしてそれらを組み合わせて使用されるザンバスター、両前腕部に搭載されたブランドマーカー、フロントスカートに搭載しており、敵機や磁気の固定などが可能なシザーアンカー、両脚部に搭載された実体剣ヒートダガー。これらの武装は X1 と同様となっていますが、それ以外に特に X2 はパイロットの手法が色濃く反映されています。 X2 のパイロットであるザ・ビーネは宇宙世紀王123に指揮していた黒の部隊ブラックヴァンガードのモビルスーツを全て黒で統一しており、 X2 も同じく黒いカラーリングが施されています。そしてブラックヴァンガードにいた頃、ザ・ビーネが登場していたベルガギロスの武装ショットランサーを改良して X2 に装備しています。ショットランサーはもともとコロニー制圧を想定した槍状の装備で、住民保護の観点から敵機を爆発させず攻撃するために採用された装備です。穂先は高い貫通力を有し、基部には4機のヘビーマシンガンを内蔵しており、エネルギー消費が少ないので持久戦に強い兵装となっています。頭部はX1 と異なった形状をしています。X1 は通常のガンダムと同じ手の字の口のマスクに装飾のないブレードアンテナを持ちますが、 X2 はシンプルなマスクをしていながらも X1 と同様にバイオコンピュータの熱を放熱するギミックを搭載しています。さらに X2 がザ・ビーネのかつての愛機ベルガギロスの耳の装飾に似た羽飾りのようなブレードアンテナを取り付けていることも特徴的です。X2 が射撃兵装としてザンバスターだけでなくバスターランチャーを装備しています。バスターランチャーは長距離精密射撃用の超砲身ビーム砲で、長距離からでも戦艦を沈めるだけの威力を持ち、本体と直結すればさらに強力なビームを放つことができます。 X2 は X1 とは違い、近距離から長距離までの戦闘ができる機体に仕上がりました。一気に殲滅できれば楽なものを。劇中ではある日、クロスボーンヴァンガードが木星帝国を牛耳る独裁者クラックス・ルガチの居所を解明し強襲を仕掛けます。しかしそこにいたのはルガチのコピーの一人でした。罠にはまったクロスボーンヴァンガードはなんとか難を逃れましたが、全勢力を投入した作戦だったため一発のミサイルもなく多数の怪我人を抱えてしまい、クロスボーンヴァンガード全体に目に見えない挫折感と疲労が蔓延していました。ザ・ビーネはこれをベラを奪うチャンスと考えます。この頃のクロスボーンヴァンガードは戦力増強のためザ・ビーネのような貴族主義に傾倒していたコスモバビロニアの兵士も多数採用していたので、
ザビーネは彼らと共謀して反旗を翻し、クロスボーンヴァンガードの旗艦マザーヴァンガードを占領しました。そしてザビーネは事前に呼び出していた木星帝国に対して、マザーヴァンガードに立候していたテテニスルガチとクロスボーンガンダム X2 を手土産として投降します。ザビーネは投降した後は時間をかけて木星帝国の激しい思想を内側から変革させていこうと考えていましたが、トビアによるいざという時の仕掛け爆弾によって作戦は崩壊してしまいました。木星帝国に投降したザビーネでしたが、拘束され厳しい拷問を受けてしまいます。これにより精神崩壊してしまい、木星帝国の力により支配に浸水してしまいました。クロスボーンガンダム X2 は木星帝国に渡った後、マザーヴァンガードから捕虜として捕らえたトビアを公開処刑するための道具として使用されます。この処刑では木星帝国のデスゲイルズ隊の一人ローズマリー・ラズベリーが登場しました。ローズマリーは勝手の違う X2 をなんとなく動かしていましたが、トビアは起点を利かしてローズマリーが X2 について理解しきれていないところを突き、X2 からローズマリーを引きずり出して奪い取ります。その後トビアはコアファイターを外した X2 を射出して、別の場所からコアファイターだけで脱出してしまいました。これにより X2 は操作系やクロスボーンガンダムの特徴であるフレキシブルスラスターを失います。そして X2 の本体を回収した木星帝国は失ったコアファイター部分を補強するために回収作業を行いました。こうして生み出されたのが XM-X2 回クロスボーンガンダム X2 回となります。木星帝国の戦艦ジュピトリス9によって欠落したコアファイターの部分を X2 本体のコンピュータのデータや内部から観測された戦闘データを元に復元しています。外見上はフレキシブルスラスターに2機のサブスラスターと放熱フィンが増設され大型化していますが、元の推進力を再現するための改造であるため、以前と推進力はほとんど変わっていません。またコックピットを本体から分離するコアファイター機能が失われたので、通常のモビルスーツと同じ内蔵型のコックピットになっており、脱出ポッドを持たず脱出不可能な機体になってしまいました。さらに投降時は ABC マントなどの武装も合わせて持ち込みましたが、出撃時には装備されずビームに対しても弱くなっています。通常は回とつくと強化されるイメージがありがちですが、クロスボーンガンダム X2 回はむしろダウングレードしてしまっています。こういった点から見慣れぬ機体の再現に苦しんだ木星帝国とサナリーの技術力の差が見て取れます。解約されたクロスボーンガンダム X2 回には拷問を受けたザビーネが登場します。ザビーネはマザーヴァンガードを強襲するために出撃し、キンケドゥのクロスボーンガンダム X1 回と戦います。X1 回はハリソンのガンダム F91 との激しい戦いの後だったのでセンサーが限界という状態でしたが、そもそもザビーネは元コスモバビロニアのエースパイロットであったこともあって卓越した操作技術を持ち、キンケドゥとの戦闘シミュレーションでは7対3で勝利するほどの腕前を持っています。ザビーネはビームサーベルだけでキンケドゥを追い詰めていき、とどめを刺そうとしますが、ベラが X2 のコアファイターで救援に駆けつけます。しかし武装を受け取る隙をついて X1 回を串刺しにするのでした。さようならキンケドゥ。地球への全面核攻撃を宣言した木星帝国の元ザビーネは精神崩壊してもなお貴族主義復興のことは捨てておらず、ルガチが地球を破壊した後の世界はザビーネの好きなようにすればいいと約束させて作戦に参加しました。そしてビリニダドを破壊しようと行動するキンケドゥの前に再び立ちはだかります。お前は死んだんだぞ。ダメじゃないか。死んだ奴が出てきちゃう。最終的にザビーネはキンケドゥがカル X1 回に敗れ爆散してしまいました。こうしてクロスボーンガンダム X2 回は悲しい運命をたどることになりましたが、 X2 のデータが分析され木星帝国に渡ったことで新たなモビルスーツが続々と開発されていきます。まず X2 を再現することを目的として開発された天草です。漫画機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートと鋼鉄の7人で登場し、ジュピターガンダムとも呼ばれる機体です。木星軍がクロスボーンガンダム X2 を捕獲した際に入手したデータから密かに開発が進められた機体であり、クロスボーンガンダム X2 は頭頂高 15.9 メートルですが、天草は
木星帝国の技術力の低さから18メートル級の大型機となってしまいました。しかし総合スペックではクロスボーンガンダムを上回っており、漫画スカルハートではアムロ0の戦闘データを搭載したバイオ脳用の試験機として運用されることでトビアたちを苦しめました。その後漫画鋼鉄の7人では量産機として運用されています。そして同様に鋼鉄の7人で登場するデガチの後を継ぐ新総統の一人影のカリスト係コルニグスやその発展機インプルースコルニグスも X2 のデータをもとに開発された機体です。コルニグスは外観からは判断しづらいですが木星帝国版クロスボーンガンダムの完成形態です。天草の開発で得られた技術を積極的にアレンジすることでクロスボーンガンダムの総合能力を上回る機体に仕上げています。劇中ではスカルハートを倒すだけでなくパッチワーク F91 クワガーゼの3機をまとめて相手にして互角以上の戦いをしています。このように X2 が木星帝国に大きな恩恵を与えた立役者となりました。X2 が木星帝国に渡らなければこういった恐ろしい機体が開発されることもありませんでしたが、こういった機体が木星帝国で開発された結果、漫画機動戦士クロスボーンガンダムゴーストの主人公機ファントムガンダムが開発されることになったのかもしれません。余談ですが、ザビーネはコスモガビロニア建国戦争時代に感情を処理できん人類はゴミだと教えたはずだと離反した元部下のアンナマリーに告げています。しかし拷問で精神を破壊され落ちた結果、最終的にその言葉が自分自身に返ってきたことからファンの間で感情を処理できないゴミやキチーネなどの悲しきあだ名をつけられる狂人と化してしまったのです。バカを言うな。お前が私の未来の姿だと。今回はこれで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。